あれです。花粉症で外に出るときはメガネとマスクが欠かせません。とても珍しいエチオピアのナチュラルの深入りの豆があったので買ってみました。試飲させてもらったら全然深入りの豆の苦手なところがゼロ。感じでした。サンタウエネ DS ナチュラル。いやいや、うわー、コーヒーが美味しい。というわけでお久しぶりです。なぎこです。ちょっと疲れが溜まっておりますが、写真と映像とカメラがお好きな方にとっての1年に一度のお祭り、CP プラス2026も終了しまして、今年は、ニコンさん2つと、商店工房さん1つ、計3回、トークセッションセミナーを、担当させていただきまして、お越しいただいた皆さんありがとうございました。いろいろ反省はあるんですけれども、とても楽しい数日間を過ごさせていただいて、やっぱり普段なかなかリアルでお目にかかることができない写真家さんだったりとか友人だったりとかにやっぱりお会いできて、若い方から大御所と呼ばれるような先生方まで本当にいろんな方に、お会いできるのがすごく私にとっては毎回いい経験というか学び多い機会になっています。そんなわけなので、この辺りが非常に今ごちゃついてはいるんですが、開けたいものとかもいろいろあったり、お知らせしたいこととかもあったりするので、一つ一つちょっと片付けていきたいなと思います。まずですよ。じゃあお知らせから先に一つ目のお知らせ。これ YouTube でまだ話してないかな。ニコンのカメラで使えるイメージングレシピっていうカメラに登録できるフィルターみたいなやつなんですけど、制作をさせていただいて、私のレシピが公開されてます。これ今スペシャルサイトなんですけど、こんな感じで私の作例載せていただいてまして、これ今絞り込んでるんですが、ここで全てってやるといろんな写真家さんクリエイターさんの、作ったレシピを用いて撮られた作品がいろいろ見れるようになってます。私は今回2つのレシピを作らせていただいていて、1個目がこのクワイエットっていうレシピです。これはですね、もうほんとこの場所、ここのアトリエの光の環境で物撮りをするために作ったレシピです。もちろん全然違う使い方をしていただいてもいいんですけど、そんなコンセプトで作った、レシピです。
スナップとかで使っても面白いかなとは思いますが、基本は室内のこういうちょっと柔らかいカーテン、レースカーテン越しの光とかで撮るのがおすすめで、もう一つはこのモスっていうちょっとこう苔むしたようなグリーンと湿度感を感じさせるような、レシピになってます。これは私旅行とかに行った時に、使おうと思って作ったレシピで、去年の秋とかに紅葉を取りに出かけた時とか、あとは韓国に行った時の Vlog とかも作りましたけど、それで使っているのもこの、モスっていうレシピです。これもやっぱりスナップとかにはまると思います。イメージングレシピに対応されているカメラをお持ちの方はダウンロードして使ってみていただければと思います。どうやって使うかというと、イメージングレシピはカメラに登録するならこのニコンイメージングクラウドを使います。これね、便利なのでぜひ対応している ZF、ZR、Z52、Z52、Z63 とかお持ちの方はぜひ使ってみていただければと思います。カメラ側でもちろん一旦設定は必要なんですけど、その設定さえ済んでいればですね、ログインしていただいて、そうするとこんな感じで自分が、セットアップしてるカメラが表示されます。私は3台ありますね。で、イメージングレシピをダウンロードするにはこのメニューのイメージングレシピから、そこからニコンのレシピ選択するとここに私が出てまいります。タップ、そうするとここからクワイエットとモスへのリンクが貼られてますので、じゃあ例えばクワイエット、はい、クワイエット来ました。ここにある保存レシピを追加ってタップすると、このレシピが自分の保存レシピに複製されましたと出るので、保存レシピの方に移ります。すっとここに出てくるので、これを選択してこう一括操作でカメラ、自分が登録したいカメラを選択しまして、そうすると登録予約しましたっていう形で出ます。じゃあモスの方も登録しておこう。そのレシピに追加、まとめて追加することももちろん可能です。そしたらカメラの方でですね、イメージングクラウドで、これで Wi-Fi つなぐとですね、こうやってイメージングクラウドに接続され、レシピが降りてくるはず。来ました来ました。クラウドピクチャーコントロールが更新されました。はい、登録しました。すると、ここのピクチャーコントロールのとこにほら入りました。クワイエットなぎさ、モスなぎさで、これで、私のレシピを使って撮っていただくことができますよという形です。ぜひ私のイメージングレシピモスとクワイエット使ってみてください。ZF をお持ちの方はフィルムグレインを、強さ2か3ぐらいで大きさ L で使うのがおすすめです。はい、そんなイメージングレシピのお知らせが一つでしょう。あとこの動画をですね、いつ公開できるか多分事後報告っぽくなってしまうんですけれども、シャオミさんの新しく出た最新のスマートフォン、ライカと共同開発しているカメラがついたシャオミ17ウルトラとライカライツフォンパワードバイシャオミ、その2機種をですね使った作例をいろいろ撮影をさせていただいてます。
この動画公開される頃にはもう終わっちゃってると思うんですが、丸の内の切手で大きなシャオミさんの商品にタッチ&トライできるイベントがありまして、そこで写真展示をしていただいてトークショーなどをさせていただきました。で、撮影させていただいた作例はですね、シャオミジャパンさんのインスタグラムのアカウントなどで今後もご紹介いただけるってことなので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。未だに私はライツフォンを買おうかめちゃくちゃ迷っています。めちゃくちゃ良かったんですけどね、私やっぱり、以前も動画でご紹介してる Xiaomi 15のこのリキッドシルバーがもう超大好きでめちゃくちゃ気に入ってて、まあでもやっぱカメラは絶対的に17ウルトラとライツフォンの方が良くなってるんですよね。なので買い替えるかすごい迷ってます。そしていろいろ開けたいものがあるので、開けていきます。よし。一つ目、これはですね、私が撮影を担当させていただいたお香です。門出っていうブランド。これも私が撮影した写真使っていただいてます。いいね。早速クワイエットを使って撮ります。あら、いい。素敵なポストカード。これは、日本の、いろんな各地域にある素材とか風土を生かしたプロダクトを作っていくっていうプロジェクトでして、今回は軽井沢のお香第1弾の製品として発売されました。軽井沢のね、もみを材料に使っているみたいです。はい。というわけで私も自分で1個買ってみました。もう開けた瞬間からめっちゃいい香りする。こんな感じでですね、ウェブサイトでもビジュアル撮影したものを使っていただいてまして、こんな仕事もしてますよってことをぜひ知っていただけたりして、門出も知っていただけたら嬉しいです。ブランドコンセプトムービーを撮らせていただいてまして、軽井沢で撮ってきました。はい、個人的にも結構この門出で使っていただいている写真すごい気に入っているので、ぜひ見てみていただけたら嬉しいです。今後もね、いろんなお香だけじゃないプロダクトを出していくみたいなので、お楽しみにということで、こんなお香です。結構長めのタイプのお香ですね。サンダルウッド、ヒノキ、軽井沢のもみ、シナモン。なんかすごい木々の緑がうわって香るというよりは、もう少しスパイシーな柔らかい感じの香りですね。お香好きな方はぜひチェックしてみてください。パッケージもとても素敵です。はい、次。これはもう Amazon で買った多分消耗品かな。プリンターのインク類。これね、もう本当にすぐなくなるというか、プリンターのインク買いました。私はエプソンのですね、SCPX1V っていうプリンターを持ってるんですけど、それ用のインクです。このグレーとライトグレーがすぐなくなるんですよね。あと最近よく使ってるフォト用紙ではないんですが、フリークラフトペーパー、アキラの中のいろんな印刷物に使われている紙が素敵でですね、何使ってるんですかって聞いたらこれだよって教えてくれたので、最近愛用してます。はい、Amazon はもう本当に消耗品を買った形でした。で、次、商店工房
というわけで商店工房さんの CP プラスのステージに初めて登壇させていただいて、この間の秋田の動画でも、お借りしてた機材とか、いつも使ってるタイポックのレンズとかちょっとお話ししたんですが、じゃーん、商店、この間までお借りしていた商店工房さんのマウントアダプターがあったんですが、それは返却をしたのでよかったから自分で買いました。ここに今私はわざとらしく1個マウントアダプターを持ってきましたけれども、今回買ったのはこの商店工房の、LMNZ マクロ、ライカ M マウントからニコン Z マウントに変換するアダプターの2型です。進化したやつ。絶対的に1型これから進化して良くなってるので、はい、買い替えです。よいしょ。今回はシルバーを買いました。もちろんこの ZF シルバーに合わせてシルバーです。商店 LNMZ マクロ2ということで、何が変化したかというとですね、もうすぐお分かりになると思うんですが、ヘリコイドにレバーがつきました。やっぱりこっち回しづらかったんですよね。どこだっけヘリコイドみたいな、慣れないと。で、あとすっごく良くなったのがですね、このヘリコイドの無限円のところに絶妙にカチャってこう止まるクリック感がプラスされて緩まなくなりました。勝手に。こっちはこのクリック感ないので、気づいたらちょっとこのヘリコイドが動いちゃってるっていうことがしばしばあったんですよね。そうしたらこの2型の方でスチャッと止まるようになったので、ヘリコイドが緩まなくなりました。これは本当に素晴らしい。あとヘリコイドが繰り出せる量も増えましたので、より寄れるようになったということで、順当な進化というか、そのような印象を受けております。商店工房さんのアダプターはね、これ金属でできてるのでちょっと重いんですけど、やっぱりこういうZF みたいな、なんというか重厚感のあるカメラにはやっぱこういうものをつけた方が私はかっこいいかなって思っています。はい、さらにですね、ちょっとこの動画が出た頃にはもしかしたら終わっちゃってるかもしれないんですが、楽天スーパーセールでね 20% オフになってました。なので商店工房さんの楽天のストアで買うのがおすすめです。概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひチェックしてみてください。はい、そんな感じですかね。これにね、このタイポックのシメラ 50mm F2、これがまた合うのですよ。可愛いんですよね。私は結構こんな感じで ZF に M マウントのシルバー系のレンズつけるのが好きです。かわいい。はいはいはい、また散らかりましたが、そうだ、これじゃーんってほどのものでもないんですけど、 CP プラス用にこの間作ってみた英語のクリアファイルです。個人的な活動をですね、応援していただける方に向けたこういうサポーターズっていうのをですね、もう数年やってまして、サポートいただいている皆さんにお礼としてというか、サポーターのメンバーさんだけが読めるこういった読み物を月に2から4回ぐらい配信してまして、最新号はこんな感じで CP プラスの
振り返り的な内容になっておりますが、その皆さんにですね、その CP プラスに来てくださって、声かけてくださった方に差し上げていたのがこのクリアファイルなのですが、こっちはちゃんと梱包したバージョン、こっちは中身。もちろん CP プラス全然お越しにならない方とか、お越しになれなかった方もサポーターの中でたくさんいらっしゃるので、こんな感じでこれから郵送でお送りしようかなと思っていろいろここに準備をしております。こういうね、なんかあれですね、地味な作業も私はすごい好きです。はい。今回はそんな感じかな。じゃあまた次回お会いしましょう。バイバーイ。